皆さんはじめまして、鹿島みよりと申します。私はですね、東北とは全然関係なく縁もゆかりもない人間だったんですけれども、3月11日以降、泥かきのボランティアとか絵本を子どもたちに配るボランティアとかそういうものをしながら、今週になんか5日ぐらいこちらに来るようになっています。なんか何をしたらいいかもわからなかったんですけれども、ある一つのきっかけがありました。それはツナプロという情報ボランティアに少し関わらせていただいたことがあるんですけれども、その時に4月ぐらいあったのが、お風呂に入れない、1週間以上お風呂に入れないおばあちゃんだったんですね。当時ガソリンがなくて移動ができないというようなフェーズとか、避難所に行くための道がないというようなフェーズは過ぎていました。そこにはお風呂があるんですけども、お風呂があるのは2キロ先で、若い人たちはみんなそこまで歩いて行けるんですね。でも若くないおばあちゃんとかはそこまでの坂道が行けなくって、そういう理由で1週間歩けなかった、お風呂に入っていなかったりしました。みんなは入れるのに入れない人がいました。もしくは小学生が冠水して、なんか満潮になった後冠水してほとんど水没しているような道路の危ない真ん中の瓦礫を伝えながら歩いているような小学生の子どもたちがいたんですね。それは行政の人たちもものすごくいろんな手当てをして一生懸命にしていらっしゃったところだったんですけれども、これは被災がすごく大きかったからこそ起こってしまっている問題だなっていうふうに思って、移動の足っていうものが非常にこれから必要になってくるんじゃないかと考えました。これは雄勝町という石巻のある町の震災前の風景です。今ここはこのような形、全く同じ風景なんですけれども、見事に家もなくなりました。買い物をする場所もなくなりました。病院もなくなりました。例えばここにいる人たちが買い物に行こうと思うと、もうすごく20キロ先とか30キロ先とか、一番近いコンビニが歩いて2時間とか、そういうようなことが起こってしまっていたわけです。でそんな中で自分なりにすごく小さなことなんですけれども、友達と一緒に病院に行くためのおばあちゃんを移動ボランティアで手伝ったりとか、そういうのを小学生を危ないところから送りに行ったりとか、そういうことをしていました。で、すごく本当に移動手段がって思っていたので、ある時買い物のバスっていうものを出したんですね。で皆さん避難所もしくは仮設住宅で買い物ができなくて困ってるっておっしゃるので、バスを出したらなんかある時間人が乗らないこととかがあったんです。それにはいろんな原因があったんですけども、ちょうど移動販売カーがたまたま来始めた後だったとか、タイミングがずれたっていうような問題もありましたし、でもなんかそこの中で面白いなと言って変なんですけど、自分にとってとても発見があったことがありました。それは何かというと、あるおばあちゃんはすごい不便だ買い物行きたいっていうのに絶対乗らないんですよ。なんかバス出すのに1日3万とかするので、集めた支援金もあっという間に飛んでいっちゃってる時代で、なんで乗らないんですか、困ってるって言ったのにっていうのをほとんど詰め寄らんばかりにして聞いたことがあって、そうしたらおばあちゃんこう答えるんです。2週間に今私は買い物に行けないから2週間に一度娘が会いに来てくれるのよ。なるほど、そうか、あんまり便利になっちゃダメなんだな。なんかそういうことを気づく中で、なんかいろいろ思ったことがあるんですね。でその娘さんはなんで今通ってくれるかっていうと、もともと一緒に住んでたんです。でも仮設住宅になって家族みんなが住める部屋って当たらないから、一緒に住んでた家族が抽選でそれぞれバラバラな地域に住んでたりするんですね。もしくは今まで例えばおばあちゃんがいて息子さんを預かってくれてて、それで働きに出てくれてたとか、そういうことがあったんですけども、おばあちゃんが津波でいなくなってしまったとか、運転してくれてたおじいちゃんが亡くなってしまったとか、そういうことの中で生活っていうものはなんか移動だけじゃなくって生活の在り方なんかそのものが破壊されてしまったんだなっていうことに気づきました。買い物もただ行ければいいのかっていうと、なんかちょっとちっちゃなことなんですけど、買い物ってすぐそこに何も用事がなくてもちょっと一日に一回夕方買い物に行ってレモン1個買ってそれで気が晴れるとか、なんかそんなささやかな生活のスタイルそのものなんですね。壊れてしまってたのは移動によって何かが解決できるっていうよりは、生活そのものが壊れてしまっていたっていうふうに気づきました。でもそんな中で移動することとか動くことっていうのはとっても大きい意味がある、再度気づいています。それは友達に会うためにも移動しなきゃいけない。今まで自分たちの近くにいた人たちは離れたところに行ってしまって、
なんか今結構仮設のいろんな方たちは知らなかったコミュニティに住んでるんですね。想像してみてください。明日突然自分の誰も知り合いがいないところに、そして地域の地理も分かんないところにいきなり引っ越せって言われたら、人の生活っていうのはそこの近くに自分の友達がいて行きつけのお店があって、そういうところの中で生活っていうものは成り立っています。それが破壊されてしまって今、例えば生活を外に行くとかそういうことも含めて、家にこもらずに外に移動することで生活そのものが少し生活らしさを帯びてくるというか、そういうような資質があるんだなっていうふうに思いました。なんか移動っていうものは移動ができることが問題なんじゃなくて、移動の先に何をしたいのか、そんなことが問題なんだなっていうふうに感じています。変な話ですけども、例えば今まで田舎だけどもとっても豊かな土地柄に住んでた方たちは、今海が見えないんだって言って寂しそうにつぶやくおじいちゃんがいたりとか、今まではご飯作るのがすごく好きなお母さんとかが手料理をおじいちゃんに食べてもらってそれで喜んでたんだけども、おじいちゃんは今いないからせっかく作った手料理張り合いがなくって、なんか食べてくれる人がいないっていう人とかもいたりするんですね。そんな中で被災地に生活を作るための足をとか、なんか人ともう一回つながったり、自分の家族の中での役割、家族がいなくなった今では地域の中での自分が欲される役割っていう、そういうようなものを感じられる場があったらいいんじゃないかなというふうに今思って活動しています。2つの具体的な取り組みがあります。1つはみんなでいるところから出発する移動を作るというような取り組みです。もう一つはみんなでご飯を作ってみんなが一緒にいるところに配食をして、そこでみんなで一緒に食べてもらおう、そういう取り組みです。でみんなでいるところから離発着する移動、これは、単純に乗り合い型の移動の手段なんですけども、2つの理由があって今このようにしています。一つは単純に一日結構石巻ってちょっと田舎のところもあってですね、しかも仮設住宅も多いので一日に何回もそこに足を出そうとすると完全にコストオーバーなんですね。でなかなかみんなも100人乗ってくれたらいいんですけれども、一日になんか田舎のところほど困っているようなところもあって、一日に乗る人たちがそんなにいっぱいいないんです。そんな中で単純にマーケットシェアが成り立たないという問題が一つあります。それからもう一つの問題はタクシーは高い、でもバスだとちょっと不便だったりして、そのタクシー以上バス以下みたいな、そういうようなタクシーとバスの中間みたいな乗り物が求められているかなというふうに考えたことがありました。そこでみんなが集まっているところにバスが行ってみんなをそのまま運んでいく。例えばバス停ってあると思うんですけども、バス停ってなんかこう日差しが暑すぎたりとか冬は寒かったりして時間を待つのがすごい苦痛なんですね。だからみんなその時間になかなか集まってくれないんだろうなと。そしたら例えば集会所でみんなが楽しくお茶をしていて、そこで過ごすのが楽しいようになったら、楽しいバス停を作ったらみんながそこに集まってくれるかもしれない。集まったら人数が少ない場所でも4人集まればそれはマーケットになり得るので、そういう形でみんなが楽しく集まっているところから、例えば月曜日の午前中はみんなで買い物をするような機会とか、そういうような形で集まることで楽しくできないかな、そういうふうに思って一つの取り組みをしています。同じようにみんなでご飯を作ってみんながいるところに配食というところもなんかみんなで食べるご飯って結構美味しくって、独居の方たちとかも一人で作って一人で食べるよりもみんなで作ってみんなで食べた方が美味しい。だからそういうことを取り組もうと思っています。今こんな地元の南三陸観光バスっていうところと気仙沼観光タクシーの方たちとこのような取り組みをしています。ちなみにこれがみんなでご飯を作ってそれを一緒に食べようっていうような取り組みの一つのシーンです。結構人数が集まると食事するのも結構楽しくなったりするんだなと。で私が震災で東北の人から日本から世界から教わったって思うこと、それは人が集まる場を作るっていうことだったり、人のために何かをする、シェアをしようっていうような発想です。なんか配食とかもそうなんですけど、例えば一つの家事があって一人で過ごして一人で家事をすると洗濯をやってご飯を作ってアイロンがけをして
それを全部で一人で小分けにやっていく。でも避難所とかですごくいいなと思ったのは何かっていうと、アイロンがけはある人がアイロンをかける、ある人が掃除をする、ある人が食事をする、それをみんなが受け手になる。なんかそれって一つのちっちゃいバジェット、一つの塊で見た時に全体としてやってる家事の総数って変わらないんですけども、なんかご飯を自分は作らずに人から作ってもらったご飯を食べることってなんか少しちょっと違ったりして、自分のためだけに掃除をして洗濯をして料理を作るよりも、料理をみんなのために作ってみんなのためにみんなも受け手になる、そういうのようなことが重なっていった時に、同じ家事っていうのはすごくなんか素敵なことに変わるんだなっていうふうに今は考えています。なんかこれ私ぐるぐるの法則だなって思ってるんですけれども、これって全体から見た時に社会の生産量って変わらなくって、お金ってそんなに発生しないんですね。でも同じことでも人と一緒にシェアをしてそれぞれの価値を交換し合うと、なんだか世の中って一歩良くなることって多いなと思っています。例えばこういうふうに話をすることもそうです。東北には世界中からいろんな人が来て、被災した方たちに今何が必要ですかとか、何に困ってますかとか、そういうお話をとても真摯に聞いていました。私のある友達は会社でいた時には仕事を増やすのすごい嫌がる子で、面倒くさいことやりたくないって子だったんですけども、そんな子が何がしてほしいですかって聞くんですね。仕事を増やしてるんです。でもそれによって例えば私たちは漁師のおじさんから漁師の仕事がどれだけ素晴らしいものなのか、今まで知らなかったいいことを知ったりとか、その人が持っている価値っていうものを知って、それによって促発されていろんなプロジェクトが起こったりして、目の前の一人と一緒に会話をすること、そういうこともお金は生まないけれども、とってもお金は生まないけれども少し社会が良くなる、そういうふうに思っています。だから目の前の自分の考えもシェアをしたらいい、ご飯を食べることもシェアをするといい、そういうふうにぐるぐる目の前の人と一緒にやってこういろんな価値を交換することが、お金を生まなくても世の中を一つ良くしていくんじゃないかなっていうふうに思っています。今仮設住宅に入って生活の後ろの中で問題っていうのは分かりにくくなっています。メディアは何か変わったことがあると報道するんですけども、そこにあり続けることっていうのはなかなか報道の価値がなかったりして伝わらないことってあるんです。でもメディアの報道の価値がなくても、みんなが困っているからこそ状態が変わらないことがあって、多分ここにいらっしゃる方も実は現地に来ていただくと初めて分かるようなことも多くあるんじゃないかなっていうふうに思っています。そういうのの中で人の話を聞いてちょっとでもそういうふうに感じたことを2人以上に伝えてもらって、そうやって考えていることを、自分の持っている価値、そういうものをぐるぐる上げていったらどうかなというふうに思っています。でこれちょっとすごく市場なんですけれど、被災地で私はぐるぐる応援団という先ほどの配食と移動という活動をしていまして、そこの中で3つ欲しいものがあります。ちょっとこういう場なのでお願い事ということでシェアをさせていただきます。一つは車、もう一つはみんなで集まって作れる調理場所、それから一回来て終わりっていうよりは少しずつでもバックアップを長くしてくれるようなボランティアの方たちも求めています。もしご興味がありましたらぜひご連絡いただけますと嬉しく思います。ありがとうございます。